はい、皆さんこんにちは。今日はですね、先日行われた WWDC2019 で発表されたこのね、新しい iPadOS、これの機能を全部紹介していきたいと思います。で、皆さんね、もうキーノートの動画見たと思うんですけど、もう一言で最高でしたね、本当に。神アップデートだと思います。今まではね、この iPhone と iPad が iOS っていうくくりでね、一つにされてたんですけど、まあそれだと不便になってきたから、この iPad がこう切り離されて、iPad 独自の OS ができたんですよね。それが iPadOS です。で、この iPadOS が入ったことによって、なんかね、今までちょっと iPad だと使いづらいなとか思うことあったと思うんですけど、まあそういうことがほぼ解消されて、まあめちゃくちゃ便利になったんですよね。もうね、本当に Mac PC いらず、What's コンピューターの時代がマジで来るなと思いました。でですね、今日紹介することなんですけど、まあね、私も結構 iPad のアプリとか使いこなしてる自信あるんで、まあ私観点で、この iPadOS が出たことによって、多分いらなくなるであろうアプリが何個かあるんですね。なので、それを紹介しながら、まあこの秋にリリースされるんですけど、リリースされるまでに、まあどういうアプリを使えばいいかっていうおすすめとかをしていこうかなと思ってます。はい。で、最初ね、こんな感じの WWDC のオープニング、結構ね、エモーショナルな感じで始まったんですけど、私この日実は寝てたんですよ。なんですけど、パッとこうね、夜中目が覚めて、そしたら、1時45分だったんですね。で、その WWDC が始まるのが夜中の2時からなんですけど、もうね、その時はね、ジョブズが呼んでるって思いましたね。アメディ先生、ジョブズに呼ばれてるって思いましたね。でね、そっからもうずっとかじりつくように見てたんですけど、まあやっぱりね、iPad のアップデートが一番すごかったと思いますけどね、私は。まあハードとかもね、いろいろアップデートあったけど、でも iPad が最強だった。はい。でね、一番最初紹介するのは、ウィジェットの機能から紹介していきます。ホーム画面にいる状態で左から指をシュッてしてあげるとウィジェットが現れるんですね。で、ここになんかよく使う機能だったりとか、あとは通知とかを表示させることができます。で、例えばここにタスク、To Do とかをずっと表示させといてあげれれば、なんかね、忘れることもないし、結構いいなと思って見てました。で、ちなみに今どうなってるかっていうと、ホーム画面からこれ左にシュッてすると、ウィジェットのページみたいなのがこっちにあるんですよね。で、これが表示されるっていう感じです。でもね、ほとんど使わないんじゃないかな、みんな。ね、多分。で、上からシュッとしたら、こういうカメラとかね、クイックアクセスできるようなタブが出てくるんですけど、まあこれが iPadOS になると、このホーム画面1枚の中に全部が集約されたような表示になるっていう感じですね。で、これ今ちょっとね、動画流してるんですけど、これスクショ撮りますね。スクショ撮って、マークアップして、ちょっと文字書きます。後で一覧で見たいので、備忘録のために残しておきますね。で、ウィジェットの機能がつきましたよっていうのが1個目です。で、次がね、スライドオーバーの機能いきましょうか。スライドオーバーはこうやってね、画面の3分の1ぐらい違うアプリをこうやって立ち上げることができるんですね。で、新しい機能としては、それを違うアプリにこう変えることができます。今までだったらね、これ変えれなかったんですよ。スプリットビューは変えれたんですけど、スライドオーバーは変えれなかったんですね。で、しかもこうやって下からシュッてしてあげると、このスライドオーバーの履歴みたいなのが残ってて、前のアプリとこうスワップ、交換してくれることもできます。で、これ今じゃあ例えばどうなってるのっていうと、まあこうやってサファリ立ち上げるじゃないですか。で、違うアプリを、画面を右にスライドオーバーさせてあげる。で、画面出てくるじゃないですか。で、この状態で、ここの画面を違うアプリに切り替えようとすると、こうやって逃げちゃうんですよ。見えた？もう一回いきますね。このアプリ取って、変えようとすると逃げるんです。で、戻したら戻ってくる。みたいなのが、まあ今までだったんですけど、これを被せて、履歴を作っていくことができるみたいですね。すごいですね。
で iPad のね1個デメリットとしては、今までこの画面が2個までしか出せなかったんですよね。で例えばこう Mac とか PC よく使う人だったら、何個も何個もウィンドウとかアプリとか立ち上げるじゃないですか。私もMac 使うときは10個ぐらいいろいろ立ち上げて、それを生き生きしながらなんかものを作ったりするんですけど、それが iPad だとできなかったんですよ。なんですけど、これのスプリットオーバーがあることでちょっとはね改善するかなと思ってます。なので結構期待大です。地味な機能ですけどね、結構期待してます。で次はですね、スプリットビューの話をしていきますね。さっきのはスプリットオーバーで被せるやつ、画面をね。でスプリットビューは画面の分割です。これの新しい機能が出ました。でこれ何かっていうと、同じアプリの中でデータを画面分割することができます。こんな感じで。で今デモしてるのはこれメモアプリかな、メモアプリなんですけど、メモのデータを左と右と、2つ並べて作業することができるよっていう機能です。でこれはメモアプリだけじゃなくて他のアプリでもできて、例えばメールアプリでこの本文の書いてる下書きっていうのを右側に入れてあげる。で左側は、スレッド一覧を表示させてあげるんですよ。でそしたらこの左側に今までのこのメールの履歴っていうのを見ながら右側の本文の内容を打つことができるんですね。でね、これめっちゃありがとうございますって感じですよね。今までなくてメールの本文書いて内容忘れちゃって一回戻ってまた書き直すみたいなことをやってたんですけど、もうすごいストレスだったんですけど、それが解消しますね。で皆さんこれ何に使えると思います？プロクリエイトですよ。プロクリエイト。これ見てる人でイラスト描く人、例えばね、同じような絵を比較しながら描き進めたい時ってないですか？例えば A っていう絵を描いてて、ちょっと色違いのものを作ってみたいなっていう時あるじゃないですか。でその時に今までだったらそのウィンドウを閉じなきゃいけなかったんですけど、この同じアプリ間でスプリットビューができることによって、プロクリエイトのキャンバスを2個立ち上げることができます。多分ね。そうなったらね、もう最高ですよね。もうテンションがめっちゃ上がります。それを考えると、iPad 12.9 にした方がいいかもってちょっと思いました。私ね、ずっと11インチの方をおすすめしてたんですけど、でもね、よく考えたら Photoshop for iPad とか出てきた時に、もしその Photoshop も画面分割できるんだとしたら、絶対ね、画面大きい方がはかどるじゃないですか。なので、これから iPad 買う人はそれも踏まえてちょっと考えた方がいいかもしれないですね。画面の大きさね。でここまでがですね、この iPadOS 自体の UX と UI の話になりますね。でこれね、このアイコン何なんだろうと思ってたんですけど、ウィジェットとスプリットビューのアイコンみたいですね。左がウィジェットで右がスプリットビューで、この2つが一番大きなこの iPadOS の UI の新機能になります。で、こっからはですね、各アプリの新機能の紹介になっていきます。で、一番最初、ファイルですね。ファイルのアプリです。これがね、すごい進化でした。で、一番変わったのは、カラムビューっていうのが出ましたね。今までのファインダーって、ボックス表示みたいな感じだったんですけど、それが縦のカラムになって、言ったら Mac のファインダーみたいな表示になります。なので、このファイルの階層っていうのが一覧で見れるようになるので、例えば探してるファイルが今どこのボックスの中にあるかっていうのがすぐ一目でわかるようになりますね。で、あとは共有の機能もついたみたいなので、リンク発行してそれを他社に送ってあげたらそのファイルが共有することができますね。ドロップボックスとか Google ドライブとかと似たような感じです。で、あとですね、このファイルアプリに ZIP の機能もついたみたいで、ZIP の解凍と圧縮も多分できるようになりますね。で、この前ね、ちょうどドキュメントっていうアプリを使って、ZIP 解凍圧縮の動画出したんですけど、そのアプリもちょっといらなくなるかもしれないですね。
ドキュメントっていうアプリ一応無料なので、全然ダウンロードしてもらえればいいと思うんですけど、秋まではドキュメント使って、それ以降はもうファイルのアプリで10分圧縮解凍でいいかなと思います。で、これさらにすごいのが、この右下のところに、メタ情報っていうのが出てくるようになったんですね。で、メタ情報何かっていうと、例えばその画像の、ファイルのサイズだったりとか、あとは撮った日付だったりとか、その時の情報、位置情報だったりとかも表示してくれる。で、あとですね、この写真とかやってる人だと、その撮った写真の、シャッタースピードだったり、ISO だったり、あと、アパチャーはね、絞りだ。絞りの情報とかも、全部表示してくれるんですよ、ここに。だからね、ライトルーム開かなくても大丈夫になるんですよ。これはね、めちゃくちゃいいなと思いました。で、このファイルアプリ、まだすごいのがあって、こういう外部の USB メモリーをお尻に挿してあげると、この iPad を介して USB メモリの中身をこういじくったりだったりとか、あとはこの USB メモリと iPad の中のファイルを行き来させたりすることができます。で、例えば今までね、写真を撮ってその写真を編集したい時っていうのは、一回カメラにつないでカメラから iPad にインポートしてから写真の編集をしなきゃいけなかったんですね。なんですけど、これからはそのインポートしなくても SD カードの中で、写真の編集とかをすることができます。で、これ分かりやすく書くと、USB を挿すと、一番左側のカラムのところにその USB 情報が出てくるんですよ。で、それを選択してあげて、例えばライトルームで開くとかにしてあげて、ライトルームで編集したりっていうのができるはずです。で、これができるようになると、iPad ね、そんなに大きい容量のものを買わなくてもよくなりますね。言ったら全部外部の USB に逃がしちゃえばいいので、そこで編集したりとかっていうのができるから、私ね、1テラの一番でっかいやつ買ってるんですけど、それ買った理由は、Photoshop をやりたいからと。で、Photoshop の容量ってね、データの容量ってすっごい大きいからっていう理由で、1テラのやつにしたんですけど、別にそれも気にしなくてよくなりますよね。外部の方に、USB に入れといて、挿して Photoshop データをいじってあげればよくなるんで、なのでね、1テラ買ったのにっていう感じはちょっとありますけど、でもね、その分メモリも大きくなってるからいいんですけど、なので、もし iPad の容量でどれにしようかっていう風に迷ってる人がいたら、その USB メモリも活用してこれから iPad 使えるようになるので、そういった点も考えながらどれにするか決めてもらえればいいかなと思います。で、次いきますね。次はちょっとサクッといきます。サファリのブラウザ、これがですね、より使いやすくなりました。今まで iPad の、ブラウザ、サファリのブラウザはモバイル版のものが表示されてたんですけど、それが、デスクトップ版のサファリのブラウザを表示することができるようになったんですね。で、これ何がいいかっていうと、例えばなんですけど、私、たまにブログ書いたりするんですね。で、ブログはワードプレスで書いてるんですけど、そのモバイル版のワードプレスがものすっごく使いにくいんですよ。なんですけど、このデスクトップ版になると、そのワードプレスを入力するのとかがすごい楽になるというか、便利になるので、すごいね、それは期待してます。なので、ブログ書く人には結構、いいアップデートだと思います。で、あとは Google のスプレッドシートとか Google ドキュメント、Google のスライドっていうのは結構ブラウザ上でやった方がサクサクはかどったりするので、それが iPad でできるっていうのはすごいいいなと思いました。で、次いきますね。次がですね、このフォントです。フォントのアプリがですね、ついに登場します。でもね、デザイナーにとったら待ってましたっていう感じの新機能なんですけど、フォントがこの App Store の方で購入することができるみたいなんですね。で、購入したのは iPad の中に入って、どのアプリでも自分の持っているフォントを使うことができます。
で、このフォントアップが入ってくると、いらなくなるアプリがあって、それがね、AnyFont っていうアプリです。で、AnyFont は iPad の中にフォントをインストールするようなアプリなんですけど、結構昔にこれも動画1本出したんですけど、これがね、多分いらなくなります。またね、iPadOS が出た時点で、この AnyFont とこのフォントアップスの比較をしてみたいとは思ってるんですけど、でもね、AnyFont が私の iPad からいなくなる気がしています。はい。で、ここまでがフォントの紹介で、次がね、ジェスチャーですね。ジェスチャー。テキストとかを操るときの、指のジェスチャーがいろいろ進化したみたいです。で、例えば指で、テキスト長押ししてグーってドラッグしてあげると、一瞬で選択範囲が作れたりとか、あとはこう3本指でキュッてつまんで、で、コピーね、それが。で、離してピュッてやると、それがペーストされる。キュッてやって、ペッてやる。っていうのがつきましたね。で、あとは、3本指で左右にこうシュッてしてあげると、undo ですね。戻るっていう操作ができます。で、この undo なんですけど、今まではね、シェイクだったんですよ。iPad 本体をシェイクしたら取り消すっていう作業だったんですけど、まあね、誰が iPad シェイクするんだみたいなね、話ですよね。12.9 を持ってる人とか、シェイクするのとかすごい大変じゃないですか。なので、それがね、iPadOS になると、指だけで取り消す、undo ができるっていうことで、かなり便利になるかなと思います。で、次が Apple Pencil の強化ですね。これもサクッといきます。で、これ真ん中、Procreate の画面ですね。で、Apple Pencil に関しては、レイテンシーって言って、反応速度。これがかなり速くなったみたいですね。で、今までは、反応速度が 0.02 秒だったのかなが、0.0009 秒とかになるみたいで、もう、とりあえず、一瞬で反応してくれるようになるみたいです。なので、こう遅延なくね、よりリアルな感じで描けるようになるなと思って、これもめっちゃ楽しみにしてます。で、次がですね、マークアップの強化について話していきます。マークアップっていうのは、さっきから私がスクショ取って文字書いてっていうのをやってるやつなんですけど、そこのツールバー、そのペンシルの設定だったりとかっていうのがもっともっと使いやすくなりますよっていう感じです。で、このマークアップのツールバー、このブラシのツールバーっていうのが、今は下にがっちり固定なんですけど、それが左に行ったりとか、上に行ったり、右に行ったりっていうのを、こう自由に移動させることができます。で、このマークアップって、例えば赤入れの作業をするときとかによく使うんですけど、A4 のペラ1枚をスクショ取って、マークアップするとかだったらいいんですけど、例えばね、ウェブサイトとか長いページを赤入れしたいときって、いちいちこう何枚も何枚もスクショを取らなきゃいけなかったんですよね。なんですけど iPadOS になったら1枚ね、ウェブページのスクショ取ったら一番下スクロールのところまで全部スクショ勝手に取ってくれるんですよ。なので、長いページであったとしても簡単に赤入れすることができます。はい。ということで、マークアップの機能もデフォルトでかなり改善されたよっていうお話でしたね。で、正直私ね、マークアップというか赤入れ自体は GoodNote でやってるので、多分引き続き GoodNote でもやるとは思うんですけど、本当に時間ない時とか、一瞬で赤入れしたい時とかは、こっち使ってもいいかなっていう印象でしたね。で、次はですね、サイドカーっていう新機能を紹介します。サイドカーは、新しい MacOS のカタリーナっていうやつにアップグレードしたら使えるようになる、サブディスプレイの機能なんですけど、この Mac の表示されてる画面を
iPad の方にミラーリングして映してあげることもできるし、あとはセカンドディスプレイとしても使えるし、あとはワコンみたいにペンタブとしても使うことができます。で、ちょっとこのサンプル動画流してみますね。で、これは Mac の方でいられを開いていて、そのいられのウィンドウを右側の iPad の方に移してあげることができます。で、この状態で Apple Pencil 取って、普通にお絵かきすることもできますね。で、これ今ね、Bluetooth じゃないや、有線で繋がれてるのかな？有線で繋がれてるんですけど、Bluetooth でも繋ぐことができます。で、その際は10メートルぐらいの距離まで対応できるって感じです。で、このタッチバーも iPad の方に引き継ぐことができて、この下のところタブ出てるんですけど、これ Mac の方のタッチバーが iPad の方でも表示されます。でですね、この機能がつくとですね、なんと3つのアプリがちょっと危機を迎えてしまいます。で、まず1つ目がデュエットっていうアプリ。これは、サブディスプレイとして使えるものですね。で、2つ目がルナーディスプレイ。で、これはサブディスプレイとしても使えるし、ペンタブみたいな感じでも使える。で、あとは最後、アストロパッドっていうアプリもあって、これも同じようにサブディスプレイでも液タブとしても使えるような、アプリです。で、この3つですね、結構値段するアプリなんですけど、私も買ったんですけど、多分ね、もう使わなくなると思います。このサイドカー入ったら。なので、この3つのアプリは買っちゃダメです、今から。秋になってサイドカーが入って、どうしてもサイドカーがダメだったら買ってもいいと思うけど、買わない方がいいと思います。で、個人的な話をちょっとすると、私はね、サイドカーはあんまり使わないかなと思ってて、どっちかというと iPad だけで完結させたいって思ってる派なので、イラストレーターのサイドディスプレイとして使うんじゃなくて、早く、イラストレーターの iPad バージョンを出してほしいなと思ってる派です。でね、Photoshop が出るんで、多分もうちょっとしたらイラストレーターも出るんじゃないかなって勝手に予想してるんですけど、そんな、夢を抱きながら今後が楽しみだなと思ってます。で、これはですね、マウスですね。iPad でマウスが対応するみたいです。ちょっと Twitter から動画引っ張ってきたんですけど、Bluetooth でも、有線でもいけるみたいなんですけど、こんな感じでiPad でマウスが動くというちょっと不思議な現象ですよね。で、私はね、Apple Pencil 派なんで、マウス使うんだったら Mac でよくないってちょっとこの動画見て思ったんですけど、皆さんはどう思いますかね。私は多分マウス出てもマウスは使いません。Apple Pencil と手でやっていきます。で、次なんですけど、次が最後にしますね。で、これはですね、ビデオです。ビデオの編集がデフォルトの写真アプリで可能になります。で、今まで写真アプリで画像の編集、色調とか、あとトリミングとかってできたと思うんですけど、動画はできなかったんですよね、全く。なので、iMovie だったりとか、その他、動画編集のアプリに一回読み込んでから、編集しなきゃいけなかったんですけど、それがもう、撮って写真フォルダに保存されて、そのまま編集することができます。で、これね、クリエイターにとってはすっごいありがたいね、アップデートで、動画ってね、正方形にしたり、縦横比変えたりとかってできないのがすごいイライラしてたんですけど、こうやってね、すぐにできちゃうみたいですね。で、この一覧にビデオの編集の、項目が載ってるんですけど、強いて言えば、動画のスピード、スローにしたり、スピードアップしたりっていう機能が欲しかったんですけど、それはちょっとないみたいですね。なので、トリミングとか、あと、色のエクスポージャーとか、フィルターかけたりっていうのはできるみたいですね。なので iPad でね、ざっくり動画編集しようと思ったら、まず写真アプリで軽くエディットしといて、でそっから違うアプリに持ってってつなげたりとかスピードアップさせたりとかっていう加工をやると、多分一瞬で iPad で動画が作れるようになります。またね、そういうチュートリアルとかもね、出せたら面白いなと思ってるので、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。で、これでですね、iPadOS の、新機能の紹介以上になります。
どうでしたかね。結構ね、だらだら話しちゃったんですけど、でもね、どの機能ももう早く使いたいですよね。でですね、最後ちょっとまとめいきますね。まず、ウィジェットね。ウィジェット、スライドオーバー。ここの半分のやつ。で、次が、同一アプリ内でスプリットビューですね。で、これがメインのやつですね。で、次、ファイルアップのカラム表示になりましたよっていうのが、4つ目。で、5つ目が USB ドライブにも対応しましたと。これ最高ですね。で、次がサファリのデスクトップのブラウジング機能ですね。で、次がフォントアップが登場します。フォントアップです。で、次がジェスチャーですね。Gestures for Text ですね。テキストのジェスチャーがいろいろできますと。で、Apple Pencil のレイテンシーも強化されましたと。ティムに追いかけしましたね。で、こんな感じで、次がマークアップの強化ですね。マークアップ機能がいろいろできるようになりましたと。いうのが10個目。で、11個目がサイドカーですね。Mac と合わせてサイドディスプレイとして使えるようになる機能がサイドカーです。で、最後がビデオの編集機能になりますね。で、今日は全部で13個、iPadOS の新機能を紹介していきました。でね、この中で一番私が気に入ってる機能、一番楽しみな機能はですね、どれでしょうどれかというと、この USB ドライブ。まさかの USB ドライブです。Procreate のスプリットビューでも、フォントアプリでもなくて、USB ドライブが一番楽しみにしてます。で、なんでかっていうと、私、iPad で動画編集を一回がっつりやってみたいんですよ。本気で、どこまでいいクオリティのものが iPad でできるかっていうのを試してみたくって、で、それを試すにあたって、やっぱり動画をね、iPad の中に全部入れ込んじゃうと時間もかかったりするので、それをね、外部の外付けハードディスクとかでやり取りできると、めちゃくちゃすごいものができるんじゃないかなと思ってるんですね。なので、この USB ドライブが地味にね、一番楽しみにしてる機能です。皆さんはどの機能を一番楽しみにしてますかね。もしね、よかったらコメント欄の方にぜひ書いてみてください。で、あとね、こういう使い方ができそうとかね、そういうアイデアもあったら、ぜひコメント欄にいただけると嬉しいです。はい、ということでね、今日は以上にしたいと思います。結構長かったですね。30分以上話し続けたんですけど、最後まで見てくださってありがとうございました。ここまで見てくださった皆さんは多分相当 iPad の変態なんだろうなと思ってるんですけど、一人でも iPad の仲間が増えると私は嬉しいなと思ってるので、もしね、この動画が面白かったり役に立ったら、ぜひいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。はい。ではね、iPad の時代が来ることを願って、また次回の動画でお会いしましょう。ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。